おはようございます。ケンです。今回は2025年7月のテスラニュースを振り返ってみたいと思います。7月はテスラにとって本当にいろいろな動きがあった1ヶ月でした。Q2 決算の発表をはじめとして自動運転、AI、エネルギー、そして新型車や世界展開などテスラの次のステージを感じさせられるニュースが目白押しでした。株価が大きく動いた一方でFSD やロボタクシーは着実に進化を続け、グロックやオプティマス、そしてイーロン・マスクさんの発言までもが話題になった1ヶ月でした。この動画をご覧になってもらうと、7月にテスラでどんなことが起きたのか、これがわかると思います。ぜひ復習と思ってご覧になってもらえればと思います。それでは内容に入っていきましょう。まずは7月の第1週、最も注目されたのがテスラの Q2 納車台数の正式発表です。2025年第2四半期の納車台数は38万4122台、前年同期と比べると 13% のマイナスですが、市場予想は大きく上回る結果でした。例えばトロイ・テスライクさんは35万6000台を予想していましたが、それを 7% 以上上回り、テスラファン MTL さんの予想と比べても 11% 以上の上振れでした。このサプライズ発表を受けて株価は一時急落後に反発。プレマーケットでは 5.9% 上昇、終値でも 4% 以上の上昇となりました。こうした動きから見えてくるのは実績だけではなく期待値とのギャップがテスラ株にとっていかに重要かということです。また、この週は今後の Q3 に向けての戦略にも注目が集まりました。Q3 は前年が非常に好調だったため、今年は前年比でのハードルが高く、戦略の切り札が求められている状況です。そんな中で注目されたのが、イーロン・マスクさんによる販売部門の直轄体制です。北米と欧州の販売責任者だったオミード・アフシャーさんは退任し、その後任は立てず、イーロン・マスクさん自身が販売を直接指揮する形に切り替わりました。そしてアメリカの市場では 0% ローンや人気カラーの無料提供といった積極的な販売キャンペーンが展開され、9月末に終了する EV 税額控除を見据えた駆け込み需要の喚起が始まっています。こうした動きを見ると、テスラは短期的な台数確保と中長期の戦略転換を両立させようとしていることがわかります。さらにこの週は FSD やエネルギー関連の進展も注目されました。例えば、太陽光やメガパックを組み合わせた完全自立型の充電施設オアシスが稼働開始、グリッドへの依存を抑えた持続可能なインフラとして話題になりました。FSD ではスペインのマドリードで監視付きの自動運転 FSD スーパーバイズドの行動テストが開始され、すでに5カ国で展開が進んでいます。加えて、道場専用シミュレータースペクティブの存在が明らかになり、AI 開発の精度と効率をさらに高める内部ツールとして注目されました。また、イギリスの評価機関 Whatcar では、テスラモデル3が世界で最も安全な車として選出されるなど、安全性の面でも強い評価を得ています。こうして見ると、納車台数だけではなく、販売、AI、エネルギー、安全性とあらゆる分野でテスラが地道に進化を続けているということがわかる1週間だったと思います。では次は第2週の政治リスクと技術の進化についてお話をしていきます。この週はテスラにとって政治と技術、この全く異なる2つのテーマが交差した非常に印象的な1週間となりました。まず注目されたのは、イーロン・マスクさんが発表した新しい党であるアメリカパーティーです。これによってトランプ大統領との対立が一気に表面化しました。トランプ大統領は SNS のトゥルーソーシャルで、イーロン・マスクはこれまで史上最大の補助金を受けた男だと非難しました。さらにテスラに批判的な人物を NHTSA の長官候補に指名するなど、政治的な圧力が見える動きも出てきました。
こうした政治リスクが投資家の不安を呼び、テスラ株は一時292ドルまで急落。その後やや持ち直し、週末には313ドルで終えましたが、ボラティリティの大きな1週間となりました。さらに、著名なアナリストであるダン・アイブスさんが、イーロン・マスクさんの議決権や政治発言に制限をと提言し、それに対してイーロン・マスクさんが SNS でシャラップと反応したことも話題になりました。イーロン・マスクさんの発言スタイルが再び注目を集めています。一方で、技術面ではポジティブなニュースも多くありました。まずは会話型 AI Grok 4がテスラ社に本格的に搭載されるというニュースです。Hey Grok と話しかけるだけでエアコンの調整やナビ操作などができる世界がいよいよ始まろうとしています。これは利便性だけではなく運転中の安全性の向上にもつながる重要な進化です。ただし、この導入のスピードは国によって差があります。カナダではプライバシー保護法だったり AI 法案といったこういった影響でグロックの展開が遅れている状況です。このように技術は進化しても法制度の整備がボトルネックになっているケースもあるということが今回の一件で改めて浮き彫りになりました。さらに注目されたのがテスラの電動トラックセマイの実証テスト結果です。物流企業アークベストによる3週間のテストで走行距離は約4500マイル、消費電力は1マイルあたり 1.55kWh という非常に高効率な結果が出ています。この結果は電動トラックが実用化フェーズに入ったことを証明するもので、物流業界にとって非常にインパクトのあるニュースだったと思います。グローバルの展開の面では、中国とインドという2大市場でそれぞれ違った形の進展がありました。中国では6月の販売台数が 7.1 万台と前月比で 24% 増。特にモデル Y は中国で最も売れた車として首位に立ちました。一方のインドではムンバイに体験型店舗をオープン予定。高い関税のために富裕層向けの展開となりますが、テスラにとっては本格的なインド進出の第一歩と言えます。このように第2週は政治的リスクと技術的進化が同時に動いたまさに試練と進化の1週間でした。続いては7月の第3週の動きです。この週はロボタクシー競争が本格化し、新型モデルが2つ登場し、さらに安全性と社会構造にまで踏み込んだニュースが重なった非常に濃い1週間となりました。まず取り上げたいのは会話型 AI グロックの進化です。この週、イーロン・マスクさんが Hey グロックと声をかけるだけで起動する Wake Weed 機能の追加を明かしました。従来のようにボタンを押さずに声だけでヒーターをつけて音楽を止めてといった操作ができるようになることで車内の快適性と安全性がさらに高まっています。グロックはただの AI ではなく運転サポートの一部としてテスラ社の中に溶け込んでいく存在になりつつあります。そして次の話題はテスラとウェイモによるロボタクシー競争の激化です。テスラはテキサス州オースティンで運用するロボタクシーのエリアを42平方マイルに拡大しました。するとその直後、ウェイモが90平方マイルへの拡張を発表。両者の真っ向勝負が本格化しています。これは単なるサービスエリアの拡大というわけではなく、次世代の移動インフラを誰が取るかという競争に突入したと言っても過言ではありません。そして今週も発表された2つの新型モデルも話題になりました。まずはモデル YL。中国市場向けに発表された3列6人乗りの新型 SUV でファミリー層に特化した新提案です。2列目がキャプテンシート、3列目へスムーズにアクセスできる構造、全長が18センチ伸びたボディ、内装の快適性向上や新色のライトゴールドの追加など、既存のモデル Y とは明確に差別化されています。次にモデル3プラスです。最大航続距離が800キロを超えるとされていて、LG 製の NCM バッテリーや出力 225kW のモーターを搭載、高性能と長距離のバランスを追求した非常に戦略的なモデルになりそうです。この2つのモデルの登場は、
テスラのラインナップを広げるだけではなく、今後のグローバル展開にも大きな影響を与えることが予想されます。そして続いての話題は、テスラの安全性に関する重要なデータです。2023年テスラ社の火災発生率は1億5500マイルあたりに1件です。一方でアメリカの平均は1900マイルに1件とされていて、テスラ社は約8分の1という低さです。しかもこのデータには放火や山火事、建物の火災など車両そのものが原因ではないケースも含まれています。それでこの結果っていうのはテスラの車両設計の安全性を証明する強い根拠になります。そして保険業界の重鎮であるウォーレン・バフェットさんの発言も注目を集めました。バフェットさんは FSD が事故を 50% 減らすならそれは社会にとっていいこと。たとえ保険会社の売り上げが減ったとしてもそれが優先されるべきだと発言しました。この発言は FSD が単なる技術革新ではなく保険制度を含む社会構造そのものを変えてしまう力を持っているということを意味しています。テスラは車というプロダクトの枠を超えたところに向かっている。それを強く実感させるような発言だったと思います。そして最後にイギリスで始まった VPP 仮想発電所の正式な商用展開です。太陽光パネルとパワーウォールを家庭に設置し、それらをネットワーク化して一つの大きな発電所のように機能させる仕組みです。今回テスラはオクトバディエナジーと提携し、余剰電力をグリッドに売電できるようになりました。報道では参加家庭が月に最大300ポンド、約6万円を得られる可能性もあるとされています。この電気を買う生活から電気を売る生活への転換は、テスラが描く未来型のエネルギー経済の先駆けと言えるのではないでしょうか。このように、ここまでの流れを見るだけでも、テスラが進もうとしている道は、自動車メーカーを超えた社会のインフラ企業ではないかと感じさせられます。最後は7月の第4週、テスラが2025年第2四半期の決算を発表した週です。数字だけを見ると派手さのない内容に感じた方も多かったかもしれません。ですが、実際の中身を見ていくと、テスラが今何を仕込んでいるのか、そしてこれからどこへ向かうのか、これがじわじわと伝わってくる内容でした。まず注目されたのが業績の数字です。EPS は 0.4 ドルで予想をわずかに上回りましたが、売上は225億ドルとやや予想を下回り、納車台数も前年より 13% の減でした。これを受けて株価は一時305ドルまで下落しましたが、これは業績そのものよりも利益率への不安やガイダンスの慎重さに反応した形です。ただ、決算の中で明らかになった進行中のプロジェクトや未来への投資はむしろテスラが次のステージに入ろうとしていることを強く印象づけました。例えば FSD を搭載したロボタクシーがテキサス州オースティンで正式に運用開始されたこと、さらにはイーロン・マスクさんが2025年末までに非監視型の FSD をアメリカの一部都市で提供すると発言したことは、ロボタクシーの実用化が本格的にフェーズインしている証拠です。また、新型の低価格 EV については、明確な発表こそはありませんでしたが、第4四半期に新型モデルを発表予定というコメントもありました。これは9月に EV 補助金が終了するアメリカ市場に向けた戦略的なタイミングとも言えます。さらにヒューマノイドロボットのオプティマスについても年内に V3 のプロトタイプを公開予定と明言され、将来的には月10万台の生産規模を目指すとの発言もありました。AI の基盤を支える道場2は2026年に本格稼働、次世代 FSD チップハードウェア5は2027年初頭に量産開始予定と未来に向けた設計図がしっかりと描かれていました。財政面でもテスラは現金残高368億ドルを維持しつつ、ZEV クレジットや補助金の減少にも耐えうる体力を示しました。内製バッテリーの進展や次世代モデルの投入など、次の成長の布石が次々と打たれている印象です。では、ここからは今回の決算を受けて、僕が年内に特に注目している5つのポイントを共有したいと思います。1つ目は FSD のアンスーパーバイズドの提供開始です。
これが実現すれば、自動運転の本当の意味での社会実装が始まることになります。二つ目は、オプティマスの V3 のプロトタイプの公開です。テスラのロボットがどこまで進化しているのか、その完成度は非常に注目されます。そして三つ目は、低価格モデルの発表です。補助金終了後でも勝負できる価格と魅力、これを持ったモデルになるかどうかが鍵です。そして4つ目は、ロボタクシーの展開地域の拡大です。すでにオースティンがスタートしていて、次にどの都市でサービスが始まるのか、これに注目が集まっています。そして5つ目は、アメリカ以外での FSD の承認です。特にヨーロッパ、オランダやドイツ、中国での動きがテスラのグローバル成長を左右します。この5つが年内にどこまで進むのか、これによってテスラの次の成長フェーズがどれだけ現実味を帯びてくるのか、これが大きく変わってくると思います。はい。ということで、今回の決算は数字上に未来を見据えた材料が詰まっていました。そんな内容だったと僕は感じていますけれども、これで1ヶ月の振り返りを終了となりますけれども、皆さんいかがだったでしょうか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 316.06 ドルで、今週末が 302.63 ドルということで、正解は下がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきたいと思います。今回は691票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 65%。しかし、正解は下がるなので 22% の方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、今回は4名の方が正解となっております。そして連続正解ですが、現在は2週連続正解者が2名となっております。このアンケートですが、4週連続正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。タイプ C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひね、チャレンジされてみてください。そしてこちらのアンケートですけれども、趣旨としては2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になってください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートをしますので、ぜひゲーム感覚で参加してもらえればと思います。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。